今日は白菜のシーザーサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜のシーザーサラダを作っていきたいと思います。白菜も過去にね、いろんなレシピをご紹介したんですが、今回はですね、シャキシャキで美味しいサラダレシピをご紹介していきます。材料も手軽なもので、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにシーザーサラダの具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、卵、ベーコン、鰹節、天かす、こちらの材料で作っていきます。まず白菜なんですが、今の状態で約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回白菜以外にシーザーサラダ風にね、卵、あとはベーコンを入れていきます。そして今回はですね、ちょっと和風仕立てにしていくので、鰹節とあとはクルトンの代わりに天かすを使っていきたいと思います。こちらはお好みでクルトンを使っていただいても OK です。ベーコンに関しましては、今回薄切りのベーコンを使いますが、こちらお好みで厚切りベーコンを使っていただいてもいいかなと思います。それでは続いてドレッシングの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、粉チーズ、牛乳、ポン酢、お砂糖、おろしにんにく、黒胡椒、こちらの材料を使って作っていきます。まず今回和風ということで、こちらポン酢を使って作っていきます。そうするとね、とてもさっぱりとしたね、シーザーサラダに仕上がります。そしてあとはね、少しお砂糖を加えてください。そうすることでコクが出て美味しい仕上がりになります。そしてニンニクですね。こちらもしニンニクを控えたい場合は、このニンニクは抜いていただいても OK です。ただ入れた方がね、味も美味しくなるので、ぜひ入れて作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずね、ゆで卵から作っていきます。小鍋にお水を張って沸騰させてください。はい、お水が沸騰しました。沸騰したらここに塩を小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。この塩を入れていただくと、もし卵にひびが入ってしまっても、そのひびから飛び出た白身がすぐ固まってくれます。なのでこちらは予防策として入れてます。そしたらね、卵をそっと入れましょう。こちら今回はね、常温の卵です。冷蔵庫からすぐ出しの卵でも大丈夫です。そしてまた再沸騰させて、このまま8分茹でていきます。冷蔵庫からすぐ出しの場合は8分30秒から9分ほど茹でてください。それではですね、卵を茹でている間にドレッシングを作っていきます。まずボウルにマヨネーズを入れてください。続いてここにポン酢、あとはお砂糖、そして粉チーズ、続いて牛乳、あとはおろしにんにく、そして黒胡椒を入れます。お子様が召し上がる時はね、こちらの黒胡椒は抜いていただいても大丈夫です。そしたらこちらをよく混ぜましょう。これでお砂糖のね、シャリッという感じがなくなれば OK です。これでね、シーザーサラダのドレッシングは完成です。あとはね、ちょっと味見をしていただいて、お好みでね、味の調整はしていただいて OK です。そしたらこちらはですね、ラップをして使うまで冷蔵庫に入れておいてください。はい、時間が経ちました。そしたら火を止めます。そして火を止めて、すぐね、氷水で卵を冷やしてください。卵はですね、すぐ氷水で冷やさないと殻が剥きにくくなりますので、必ずすぐね、氷水で冷やすようにしてください。そしたらこのままだいたい10分ぐらいですね、冷やしておきましょう。それでは続いて白菜を切っていきます。まずですね、白菜を洗ってください。洗ったらですね、水分を拭き取ってください。水分が残ってるとね、水っぽくなっちゃうので、きちんとね、水分は拭き取りましょう。そしたらですね、まずこの芯の部分を切り落としてください。ここからがポイントなんですが、まずですね、この白い部分と葉の部分を分けていきます。分けるときはね、こんな感じで手でちぎっちゃって大丈夫です。ざっとで大丈夫なので、葉の部分と、あとは芯の部分ですね、こちらを分けていきます。
はい、このように葉の部分は置いといてください。まずね、芯の部分から切っていきます。芯の部分に関しましては、まずだいたい 4,5 センチ幅ぐらいで切ってください。あとはこちらを揃えて細切りしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていただくと食べやすいと思います。あんまり薄すぎてもね、食べ応えがなくなるので、5ミリ幅ぐらいをね、目安にしてみてください。はい、芯の部分はね、このように細切りしてください。そしたらですね、こちらもう一度しっかり水分を拭き取ります。拭き取ったらこちらはね、ボウルの中に入れましょう。それでは続いてですね、葉の部分ですね。こちらは適当にちぎってボウルの中に入れてください。このようにね、葉の部分はちぎっていただくことでドレッシングがね、馴染みやすくなります。大雑把にね、ちぎってみてください。はい、で加えたらね、またペーパーで水分を拭き取ります。芯の部分とね、軽くこのようにね、混ぜておきましょう。はい、これで OK です。では続いてベーコンを切っていきます。こちらはだいたい1センチ幅で切りましょう。はい、で適当にね、手でばらつかせておいてください。はい、そしたらこちらのベーコンはね、一度フライパンで焼いていきます。ではフライパンを用意してください。ここにベーコンを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。このままね、ベーコンをカリッと焼いていきます。このようにね、お箸でほぐしながらね、炒めてください。ちょっとね、ベーコンを炒めると油跳ねしやすいので、油跳ねには注意してください。はい、OK です。このぐらいですね。いい感じに焼き色がついたら取り出してください。では続いて卵の殻をね、剥いていきます。まずこの卵の丸い方にひびを入れます。そして一皮剥いてください。あとはですね、この剥いた部分に親指の腹をね、引っ掛けて卵を撫でるように剥いてみてください。そうするとね、簡単につるっと剥けます。はい、こんな感じです。このようにね、卵の殻を剥いてみてください。そしたらね、もう一個も同じように剥いていきます。はい、こちらもこのように剥いてください。殻を剥いたら卵を切ります。まず半分に切って、今このぐらいの半熟加減です。そしてまた半分に切ります。こちらをね、縦にして、これをまたね、半分に切ってください。卵はこのように切ります。卵の半熟具合に関しましては、こちらはね、お好みで調整してください。ではこっちもね、同じように切っていきます。卵はこのように切ってください。それではね、最後仕上げていきます。まず白菜のボウルの中に鰹節を入れます。今回私が使ってるのがちょっと大きめに削られてる花鰹になります。続いてここに天かすです。そして卵も入れましょう。続いてベーコンです。そしたらね、こちらを一度混ぜてください。全体的に混ざったら、ここにね、ドレッシングを少し加えます。半分ぐらいかな、かけてください。そして軽く和えましょう。はい、これで OK です。あとはね、お皿に盛り付けたいと思います。はい、これで白菜のシーザーサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、残りのドレッシングを上にかけて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。ドレッシングと、あとは具材のバランスがもう最高です。美味しい。そしてね、この白菜もすごく甘いです。白菜はね、もうみずみずしくてシャッキシャキです。そしてね、この天かすとね、すごく相性がいいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜のシーザーサラダのポイントです。まず白菜なんですが、こちらはまず白い部分と、あとは葉の部分に分けてください。白い部分に関しましてはだいたいね 4,5 センチ幅ぐらいで食べやすい大きさにしていただいて、その後細切りしてください。そして葉の部分に関しましては、こちらは手でちぎってください。そうすることでドレッシングとのね、馴染みが良くなります。こちらの白菜に関しましては、塩もみなどはせずにそのまま生の状態でぜひ召し
し上がってください。そして今回はですね、その他にベーコン、卵、天かす、そして鰹節を加えてます。こちらはお好みで入れていただいて OK です。特に天かすに関しましては白菜との相性がいいので、ぜひ入れて作ってみてください。そして卵に関しましては、こちらの茹で時間はお好みで調整していただけたらと思います。今回の茹で時間でね、ちょっと固めの半熟ぐらいに仕上がると思います。そしてドレッシングに関してなんですが、こちらはね、もう混ぜるだけなのですごく簡単です。この調味料のバランスが非常にいいので、ぜひレシピ通り作ってみてください。ただね、ニンニクがちょっと苦手だなとか、ちょっとニンニクは抜きたいなっていう時はニンニクを抜いていただいても大丈夫です。さらにお子様が召し上がる場合は黒胡椒を抜いていただいても大丈夫です。こちらを調整して作ってみてください。アレンジする前にですね、一度ね、レシピ通りの味も試してみてください。そしてあとはね、全部混ぜるだけなんですけれども、混ぜる時はですね、白菜の水分をきちんと拭き取ってから混ぜるようにしてください。水分が残ってるとですね、ドレッシングと和えた時にちょっと水っぽい仕上がりになりますので、ボウルに入れた後ね、他の具材と混ぜる前にもう一度ね、水分を拭き取っていただくといいかなと思います。あとはですね、最初に具材を合わせて、そしてドレッシングをだいたい半分ぐらいかな、まず入れていただいて、そして軽く和えてください。あとはね、余ったドレッシングを上にかけて召し上がっていただけたらと思います。あとベーコンに関してなんですが、今回ね、薄切りのベーコンを使ってます。こちらはお好みでね、厚切りのベーコンを使っていただいても OK です。その場合もいい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。ベーコンを焼くときはですね、ちょっと油跳ねしますので、油跳ねだけはね、注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜のシーザーサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。